無活時間の記録 Vlog。 今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー146新 SD 戦国伝超機動大将軍編のキット武者ボルトを作ります。1995年に発売されたキット。まずは素組みでの組み立てです。キットの開封から。定価500円の超機動大将軍編での第6弾のリリースキット。しっかりとコミックワールドもついた説明書です。説明書の構成は8ページ。鉄騎武者鋼丸のパーツを組み替えての連動ギミックもあり、コミックワールドは投資で140のクレジットでした。パーツの封入は2袋でした。パーツは白紫の成形カラー。メッキパーツとポリキャップとシール、グラビティチェーンが付属。変形ギミックは武者形態、そしてスーパーモード、ボリュートフュージョンへのチェンジが可能です。各パーツを説明書に沿って組み立てていきます。まずはポリキャップを組み込みながら胴体です。ボディは紫の成形カラーです。パーツのはめ込みにはプラモデル用接着剤のミスターセメント流し込みタイプを使って丁寧に組んでいきます。今回はパーツカットは説明書に沿って全て薄刃ニッパーでカットをして準備をしていきました。次にこのボディに接続するバックパックを組みます。90年代前半に展開していたガンドランダーの世界をモチーフにしたデザインとなっています。牙や角のデザインが特徴的。腕を組み立てます。ポリキャップが入って可動域のある腕の構成になっています。当派5人衆の一人で、デザインベースはボルトガンダムです。組み立てに要した時間は約30分でした。そして脚部です。こちらは白の成形カラーパーツ。怪力無双にして白式で見聞を広めるため各地を渡り歩いていました。怪我をしたところをビクトリー大将軍に救われ、その後御前試合で優勝したことで武者の称号を授かります。頭のパーツのジョイントです。ゴッドマルの討伐を依頼され、武者ネロスの部隊に配属されます。しかし戦いの中でガンダム軍団のやり方に疑問を感じ、真実を確かめるためガウンランドへと向かいました。目のシールはこの制作パートで貼り付けてしまいます。色分け設定のシールは結構なボリュームあるキットでした。異国の流派であるボルトランダー流により、水と氷の力や衝撃波を操ります。グラビトンを製作してメタルチェーンをジョイントして作っておきます。ボルトは大将軍に認められた武者です。刀は極寒の牙。鞘を完成させて刀を収めておきます。ここからは武者形態を作る武装パーツです。兜を作りました。超機動大将軍編は SD 戦国伝シリーズでは7作目、 F91 とその一族を主人公にした新 SD 戦国伝のシリーズとしては4作目です。今回のボルトは6体目のリリースキット。角のパーツを組み込み、前面に装甲を取り付けます。続いて肩アーマーを作ります。必殺技はスーパーモードボリュートフュージョンから繰り出されるライトニングトルネード。まずは軽装形態を組み上げていきます。パーツをジョイントしていきます。シールでの色分け対応になっていた箇所は後ほど塗装で対応します。頭部を接続します。グラビトンを背中にジョイントして旅姿を完成します。超機動大将軍編でのキットの特徴としては、スプリングギミックの廃止。毎回キットには特殊素材が使用。リアル武者の定番化が挙げられます。フロントビューからリアビューがこちら。
続いて武者形態を組んでいきます。正面に鎧を取り付けます。両肩にアーマーを接続します。兜前面の装甲は白銀の氷河。武者形態のボディの装甲は氷河の鎧。列帝城の御前試合で優勝した際に大将軍から授かりました。鎧に存する角はそのエネルギーを自由に操る氷河の砲角です。フロントビューからリアビューがこちら。パーツ乾燥してスーパーモードのボリュートフュージョンです。素組みで組んだパーツは一旦分解して次の塗装工程に向け下地をつけるべくミスタースーパークリア艶消しを塗布してマットな塗膜を作っておきます。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー146新 SD 戦国伝超機動大将軍編のシリーズから武者ボルト、まずは素組みで軽装形態、武装形態までを一旦作りました。次回パーツをペイントしていきます。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。